皆さんこんにちは。日経平均と登録者数で4万を争っている当チャンネルですけれども、また勝手にあっちが落ちてきて少し喜んでいる投資家失格のカモーラレです。今回の動画のテーマは小型株の19を分析するシリーズ、こちらもはや5段目ということで、前回2月22日以来ですので約1ヶ月半経ちました。この時第4弾でご紹介した銘柄がどのような動きをしているか、そしてここ最近検証を行っていくにつれて、だんだんと各データの重要性、重みというのが示唆されてきましたので、そのあたりを一緒にご確認いただければと思います。そして足元の需給のデータを分析した上で逼迫している新たな銘柄、次回以降に向けて検証の対象とする銘柄をご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。当シリーズ始まって約半年、おそらく皆さんもどのような前提のもとで分析を行っているかというのはすでに多くの方がご承知かと思いますが、ごく簡単におさらいします。まず右側ヘッジファンドというのが空売りを仕掛けたいと思っている小型株、これを空売りするための株券調達するにあたって左側の貸し手から証券会社を仲介して借りてくるわけですけれども、特に小型株となると現物保有しているファンドというのはほとんどなくて、個人投資家の信用買い、こういったところから中心に借りてきます。信用買いの場合、株券の名義は証券会社となりますので、ヘッジファンドは小型株の値下がりを期待して株を借りてきて空売りを行います。ただ思惑とは裏腹に、その銘柄が株価上昇した時には、ヘッジファンドのポジションとしては損が出ている状態。一方で信用買いのポジションは利益が出ている状態ですので、このポジションをクローズして利益確定したい、もしくは、あるいは減引きして長期保有に切り替えたいと思う向きが出てきます。ただ返してと言われても、ヘッジファンドの方では含み損が出ている状態ですので、今これを買い戻すことはできない。そうすると仲介している証券会社は、板挟みとなってしまい、信用買い返してと言ってきているところに、当てがう株券が見当たらないと。同業他社で余っているとこ、さらにそこからも調達できなければ、マーケットから買ってくるしかないと。それが株価のさらなる踏み上げを呼び起こすシナリオにつながってくるわけです。そこでどのようなデータを分析していくか。まずは右側のヘッジファンド。これが流通株に対してどれくらいの株数を空売り行っているかというのを観察していきます。さらに左側信用買いの数量についても同様に流通株に対する比率を取る。これによって出来上がる各銘柄のグラフというのがこちら。毎週のデータを0より上側オレンジの棒グラフ。ここで空売りの流通株に対する比率。一方で下側に水色の棒グラフで信用買いの流通株に対する比率を表しているものですね。この中で人差し指が指している4つのデータ、トレンドとしての購買、そしてトレンドから導かれる足元の近似値と実際の直近の比率、その差を取ることで、これまでの拡大傾向とともに足元での拡大度合いの加速というのが観測できると、そういったテーマで分析しているシリーズの動画になっています。さてまずは前回2月の22日にご紹介した銘柄のその後の動きというのを確認していきたいと思います。まず銘柄選別した際のそれぞれのデータというのはこちら。左側が空売り残、そして右側が信用買いの数量データですね。一応基本的にはそれぞれのデータでスクリーニングを行っていて、直近の空売り比率が 50% 以上、一方で信用買いの比率というのが 30% 以上と、そして前回までは購買のところ拡大傾向ということで0以上正の値を取るもの、そして近似値と直近比率の差の部分がマイナス 10% 以上というようなスクリーニングを行ってきましたが、本来であればその拡大傾向、そして直近のところの急速な伸びというのを捉えたスクリーニングで銘柄の選定を行いたいわけですけれども、まずはその条件で上位に入ってきた上2つ、モンスターラボホールディングスと雨風太陽。こちら直近の比率がかなり大きくなっていますので、選定の対象としています。一方で下の方4銘柄出ている部分ですけれども、購買あるいは足元の比率の差のスクリーニング条件を外した上で、純粋に空売り比率が高い 55% 前後のところに2月後半かなり踏み上げが起きていて最も話題となっていた売れるネット広告者、これがリストアップされる。おそらく購買は 4.17 と当時ついていますので、ここはそのまま取ってくれる条件に当てはまっているものかと思いますが、近似値との直近比率の差が少しマイナスの方に大きく出てしまっているので、一旦ここを外した上で踏み上げが起きている銘柄近辺で
同じような状態になっている銘柄を探してきたわけですね。その中で、購買は少し微妙マイナス傾向ですけれども、足元で比率が拡大しているということで GDEP アドバンス、さらに直近の空売り比率や購買ともに大きな伸びを当時示していた南海化学、この2銘柄をピックアップしました。一方でトゥーストーン&サンズという銘柄、こちらは右側の信用買いのデータにおいて直近かなり膨らんでいるというデータが出ていたので、あまり信用買いがどんどん膨らんでいく銘柄というのは需給が逼迫する状況には向かいませんので、様子見ということで対象からは除外しています。ということでチェックボックスがついている4銘柄、これがどうなったかご覧いただきますと、まず空売りや信用売買のデータですけれども、赤の枠線で囲っている6週間分のデータというのが当時の2月の22日にアップした動画以降に更新されたデータとなっています。そうすると上2つと下2つで綺麗に傾向が分かれていまして、左上のモンスターラボは3週間右肩下がりに降りてくるんですけれども、後半3週間は再び拡大傾向に戻っている。右上の GDEP アドバンスは増減をわずかに繰り返しながらも水準感は維持しています。一方で左下の雨風太陽や右下の南海化学は更新部分においては空売りや信用売買というのが縮小している傾向に一貫しています。そして1ヶ月半のそれぞれの銘柄株価の推移をご覧いただきますと、グラフ全体は6ヶ月の株価推移ですけれども、縦に点線が入っているところ以降が動画アップした後の株価推移となります。モンスターラボは200円台前半から350円程度ですね。そして GDEP アドバンスは9000円台から一時16000円を超える株価水準。かなり大きな上昇が見られました。一方で雨風太陽に関しては一貫して右肩下がり。そして南海化学動画をアップした翌営業日にストップ高をつけましたが、勢いが続かず再びじりじりと下げる展開になっています。そうすると当シリーズでは約1ヶ月から2ヶ月の間に一度更新を行っていますけれども、週次でそれぞれの銘柄が踏み上げ期待継続しているかどうか確認していく。期待とは裏腹にもデータ的には踏み上げの可能性がしぼんでいるよということを確認するためには、空売りあるいは信用売買の水準感というのが維持されている。減少しない方がいいということが今回の検証4銘柄から示唆される内容となりました。このシリーズで株価の踏み上げ期待をしているのは冒頭のイメージ図でご説明した通り、空売りの買い戻し期待による株価の上昇ではなく、すでに空売りのポジションがヘッジファンドにおいて苦しい状態になっているので、買い戻しができない。これによって自在に動かせる株券の流通量自体が実質的に減っていく銘柄というのを探しているわけです。そのあたりの目的、シナリオの違いというのも意識しながら、毎週週次でご確認される場合は、水準感があまり減っていってないかというのを見ていく方がよろしいかと思います。ということで、シリーズ全体通しての各銘柄検証結果、表にまとめますとこちら。前回アップした2月の動画が4回目。それぞれの動画で各4銘柄、動画をアップした翌営業日にいくらつけていたか、そして次、基本的に動画を出すまでにどの時点で売却を行えばどれくらいの騰落率が得られたかというのを示しています。そして実際に購入して検証している銘柄というのを黒の実践、グレーで薄くなっているものについてはデータ的な罠、訂正判断であまりよろしくないと避けた銘柄ですね。左側にも購入フラグという列で分類しています。そして今回更新する分に関しては3回目に持ち越しとなっていた9425リーユージャパンという銘柄、そして4回目にご紹介した4銘柄ですね。まずリーユージャパンに関しては2月22日動画をアップする段階でもほぼ横ばいの状況が続いていた。踏み上げを待っている状態が継続していましたので、一応持ち越しということで、その後2月月末に560円まで急騰する局面 23% の利益で一旦満足ということで検証終了決済をしています。そして前回の4銘柄、騰落率のところをご覧いただきますと、大きな利ザヤが取れたのは GDEP アドバンスとモンスターラボホールディング。それぞれ 70%、50% を超える株価の上昇ですね。そして南海化学に関しては先ほど申し上げたように翌営業日にストップ高になりましたが、勢いが続かずにその後ずるずると下がっているということで、一番早々に買い値割り込む前に撤退をしています。そして3つ目の雨風太陽に関しては、ほぼほぼ上がる局面見せることもなく、右肩下がりで
空売り算信用売買のデータ的にもかなりしぼんできている方向ですので、こちらは一旦損切りと残念な結果になっています。さてここからは足元の需給データを分析して、1ヶ月あるいは2ヶ月までの間に検証を行っていきたい。これから踏み上げが期待されるような銘柄というのを探していきたいと思います。今回もいつものようにデータを更新しまして、空売りや信用売買の状況がどうなっているか確認していきますと、まず直近の空売り比率が流通株に対して 50% 以上、そして近似直線の右端と足元の直近比率の差が0以上、つまり足元で拡大傾向が大きくなっているもの、さらに信用買いの直近比率は 20% 以上と設定しています。その上で空売り算の直近比率が高いものから順番に並べ替えを行いました。さらに拡大傾向にあるかを確認するための近似直線の勾配のデータについて、これまで正の値という風に取っていましたが、一旦何も設定をしていません。それは前回ピックアップした銘柄の GDEP アドバンスや南海科学をピックアップした、要するに勾配を取るにあたってのデータ6ヶ月使うには、それすらも長すぎるんではないかという懸念ですね。株価踏み上げの可能性が潜在的に含まれるような銘柄であっても、勾配を取る期間が6ヶ月、これが長すぎると、もしかしたら短期的に上下動を繰り返して、近似値の勾配としてマイナスあるいはゼロ近辺といったような数字が出てくる。それでも足元のところを見ると比率が大きく伸びていれば、それは株価踏み上げの期待を拾っていいというふうにするべきかどうかというのを踏まえて、一旦条件として勾配は外していますけれども、一応期待としてはマイナス 0.5 くらいはスクリーニングしておきたいなと、一旦仮止めで記載しているに過ぎません。今回はスクリーニング勾配では行っていません。もしかしたら結果次第では次回以降の分析の際に勾配近似値を取るにあたって期間を6ヶ月ではなくさらに短い3ヶ月などにしていく可能性も今考慮しているところです。そうするとまずは従来通りに空売りの直近比率が大きくて、購買のデータが相対的に高くなっている銘柄。一応6ヶ月の近似で取ると、一番上、トゥーストーン&サンズやアウンコンサルティング、さらには一番下のエレメンツという銘柄がリストの中では相対的に半年間で拡大傾向が強い銘柄となっています。この3銘柄の中でも一番上のトゥーストーン&サンズは直近比率や近似値との差を見ても足元でも拡大が見られるので、そのあたりはかなり期待値の高いデータとなっています。一方で今回検証していきたい購買は一旦置いておいて、直近の比率と近似値との差を取った時に足元の拡大が非常に大きくなっている銘柄、これを探していきますと、ダントツで大きいのは4番目のテクノロジーズ、そして下から2番目の E ロジットというものがそれぞれ近似値に対して足元の空売り比率がかなり高まっています。ただ右側の信用買いの比率ご覧いただいても、テクノロジーズ、そして E ロジットという銘柄それぞれかなり大きな拡大を見せています。冒頭のイメージ図ご覧いただいた通り、信用買いの株券というのはそのまま空売りの素材として回ってしまうので、これだけ空売り比率が急上昇している状況であれば、空売りする株券の原料となる方もある程度拡大していくのは自然の摂理とも言えると。どちらかましかと言われれば、ほぼ同比率で拡大している E ロジットよりはテクノロジーズの方が期待が持てそうかなというようなデータですね。そして空売り比率直近のところで拡大を見せているもう一つちょうど真ん中のフィクサーという銘柄、これもちょっとピックアップして見てみたいと思います。こちらの銘柄は購買がマイナス 0.2 と先ほど申し上げた近似を取る期間を確認するにあたってはちょうどいい頃合いの銘柄かと思います。ということで従来通りデータを見ていったときに一番上トゥーストンサンズとアウンコンサルティングエレメンツ、この一つ目のパターンと購買を一旦無視して適正な近似期間を取るための3銘柄、テクノロジーズやフィクサー、E ロジット、足元の急拡大により重点を置くべきかどうかというのを検証する、この2パターンに分けて銘柄確認していきたいと思います。まずはいつも通りの3銘柄ですね。空売り比率と信用売買のデータをご覧いただきますと、トゥーストーン&サンズは裾野がかなり広がっていっている。明確に近似直線が高い勾配で綺麗に引けるのがお分かりいただけると思います。さらにアウンコンサルティングもこちら。
少し1ヶ月前あたりは停滞続いていましたけれども、再び拡大。最後にエレメンツですけれども、こちらは拡大傾向あまり大きくは見られませんね。勾配もこの3つの銘柄の中では相対的には小さいものとなっています。あとは先ほど前半で申し上げた通り、拡大している空売り比率や信用売買のデータが毎週ですね、週次で見たときに水準が維持されているかというのが株価踏み上げを待つ上での必要な条件となってきます。あとはこの拡大傾向というのが株価に対してどのように推移してきているか。仮にですね、どんどん株価が下がっている銘柄であれば、空売りのポジションというのはヘッジファンドの方で苦しくなっていない。株価が上がり傾向でヘッジファンドの空売りポジションが苦しいものというのを探したいわけですので、これを確認していきますと、トゥーストンサンズは2月の後半のところで大きく上昇した後、一旦調整が入りました。結果的には前回一旦避けておいたのが功を奏した形ですけれども、再び上昇を見せていますね。また株価の下に出来高の棒グラフを今回ご覧いただいていますけれども、これが3月のところで2回盛り上がっている。同じような水準で再び盛り上がってくることがあれば、大きな株価の踏み上げが期待できるんではないかと、そういった目論見ですね。一方で右側、アウンコンサルティングに関しては、3月の中旬に一度 50% ほど株価上昇していますけれども、大きな陰線をつけて再び元の水準に帰ってきてしまっています。瞬間的には吹き上げるけれども、あまり持続はしないということで、その瞬間的な上げの局面以外を見れば、ほとんどの局面がじりじりと下げるような展開。そうすると空売りポジションを持っているヘッジファンドとしてはそんなに大きく苦しんでいるわけではなさそうな株価推移ですね。この瞬間的な吹き上げだけを待って入ってもいいかもしれませんけれども、これ長い期間待つことになりそうなので、今回は一旦触らずに置いておこうかなと思います。そしてエレメンツに関しては、株価今年に入ってから反転して右肩上がりですけれども、400円の水準からすでに一旦1000円を超えていますね。これは空売り水準としてはほぼ横ばい、若干拡大しているという棒グラフのデータでしたので、株価上がっている中ではどちらかといえば苦しいかなと思われるんですけれども、空売り比率絶対値として棒グラフの高さがあまりそこまで高くない 50% というスクリーニングでしたけれども、ちょうどその近辺ちょっと超えたあたりということなので、逼迫度合いとしては少し物足りない比率かなと。ただ株価の推移であったり、需給データの分析上は一応ピックアップされますので、出来高の推移大きくなってくるかどうか見ながら、すぐには買わずにタイミング見計らって触ろうかなという銘柄ですね。形状としては前々回第3回でご紹介したトリプラに似ていますので、もしかしたら入るにあたってはちょっと遅いかもしれません。仮に株価が調整されても空売り水準が維持されるんであれば、踏み上げ期待として面白みが増してくるということで、1週間都度様子を見ながらですね、検証を行っていきたいと思います。それでは今度は2パターン目の直近の空売り拡大に比重を置いた購買を一旦無視したパターンですね。テクノロジーズと E ロジット、そしてフィクサーという銘柄ですけれども、左上のテクノロジーズや右上の E ロジット、最も直近右端の3月末のデータが急激に拡大しているのがお分かりいただけると思います。それまでのデータ、半年前まで遡ると、近似直線引いた時に購買としてはほぼ横ばいになるのが、それが意味があるのかというところですね。例えば3ヶ月、ちょうど真ん中あたりで区切って近似直線を引いたら、ご覧いただいている3銘柄どれも購買としては大きなプラスになってくるかと思います。ですので、より足元のデータに重点を置いていくべきかというのを確認するための3銘柄ですね。株価推移ご覧いただきますと、テクノロジーズと E ロジット、3月中旬までだいぶ上がってきたところから調整しているのが共通点。左側テクノロジーズの方が大きめの調整になっています。ただ出来高としてはテクノロジーズの方がまだ高い水準を維持していて、E ロジットは一旦は取引の活況がしぼんでいる形ですね。そしてフィクサーに関しては4月入ってからは陰線続いていますけれども、6ヶ月の期間で見ると反転してきている移動平均線もあと一番長い黄色だけが反転待ちということですね。この状態で空売りの比率が拡大していくのであれば、だいぶ面白そうな銘柄ですね。出来高の膨らみも伴っています。ということで E ロジットやフィクサーというところを検証対象に入れていって、テクノロジーズに関しては少し様子を見ながら
入るかどうかは決めていきたいと。そんな今回は1ヶ月にしていこうかなと思います。一応今のところですね、先ほどもご覧いただきましたけれども、それなりにですね、皆さんのご協力もあって、うまいこと選べてるんではないかなと思っている節も一部あるわけですね。多分全然足りないよと思われている方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、当チャンネル基本的には長期投資の銘柄分析を主眼に置いてやっていきたいわけですけれども、今となってはこの企画におんぶに抱っこなところもあるわけですね。ご覧いただいたこちらの動画は木曜日終値時点となっていますので、金曜日の大きな相場の動きを受けて株価変わっている銘柄もあるかと思いますが、イスラエル・イランの緊張、地政学リスクをもろに受けている中で、のんきに小型株やってんじゃねえよと思われる場合もあるかもしれません。そういう場合はですね、相場全体の下落、ベータが下方向に行くと思うんであれば、この企画をやりながら先物をショートする。そんな風に使えば、より効果的な運用成果が得られるかもしれません。平常時は何もショートしなくていいと思いますけれども、マクロ環境であったり、その他銘柄分析や相場の状況分析を行っていますので、もしよろしければそちらのシリーズも合わせてご覧いただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。